ごきげんよう。今日はベルサイユのバラの紹介をさせていただきたいと思います。有名なタイトルなので、名前は多分皆さん聞いたことがあるかなと思うんですが、実は読んだことあるっていう方いらっしゃいますか？あ、半分ぐらいですね。わかりました。ちょっと読んだことある方もない方ももう一度読みたくなるようにお話できたらなと思います。ベルサイユのバラなんですけれども、主人公がマリー・アントワネットとしてちょっとご紹介をしたいと思います。皆さん有名なのはこのオスカル、断層の霊人のオスカルが有名なキャラクターかなって思うんですけれども、実は原作の池田先生がこの漫画を描いたきっかけはマリー・アントワネットの生涯っていうものを知って、これを描きたいなというふうに思ったのが一番最初のきっかけだったそうです。で、連載していく中でどんどんオスカルの人気が出てきて、最後はオスカルの物語になっていくんですけれども、実は先生はマリーを最初に主人公にしようと思われたそうなんですね。で、マリー・アントワネットはもちろん歴史上の実在の人物なんですが、皆さんどういったイメージをお持ちでしょうか？ベルバラを読んだことない方は、最近だとパリオリンピックの開会式でマリー・アントワネットらしい服装をした、女性の方が生首を持ってるっていうのでちょっと話題になったのが記憶に新しいかなと思います。フランス人にとってはマリー・アントワネットはオーストリアから嫁いできた他国の、お姫様という感じで、その上ちょっと財政を破綻させる浪費とかでっていうところで、ちょっと悪役みたいなイメージが強い人物像だそうです。で、日本でもおそらくベルバラ以前は悪役っていうイメージが強かったなと思うんですけれども、ベルバラを読むと一人の女王ではなく一人の女の子、一人の女性としてのマリー・アントワネットの物語にちょっと思いを馳せることができるかなと思います。例えば具体的なエピソードなんですけど、14歳の頃、皆さんのご自身の14歳をぜひ思い返していただきたい。おそらく中学生かなと思うんですけれども、マリー・アントワネットが14歳の頃はちょうどオーストリアからフランスに嫁入りしてきた時で、初めて会う後のルイ16世、後の夫となる、当時は、王子というか次の王っていう感じだったんですけれども、と出会っていきなり結婚をするっていう年になります。歴史上の事実としてこれを聞くと、そんなに珍しいことではないよくある政略結婚なんですけれども、ベルサイユのバラだとすごく叙情的にというか、池田先生のちょっとポエトリーというか詩のような雰囲気も相まって、すごくこのアントワネットが14歳の時どういう感情で知らない国に一人来たのかみたいなところがすごく切に伝わるようになっています。これは1エピソードなんですけれども、なんか歴史上でつるつるっと流れていた一人の人生が一つ一つの出来事にちょっと感情を伴って読むっていうところですごくマリー・アントワネットに思い入れをすることができて、さらに歴史全体にとってなんかマリー・アントワネットも一つの粒でしかないといいますか、なんか広く見ると自分と同じ一つの人間なんだなという感じに思わせてくれる、そんな漫画かなと思っております。で、オスカルが有名じゃないのっていうところで、実質物語の主人公はどんどんオスカルになっていくっていうところで、断層の霊人の麗しい姿だったりとか、もう見ているだけで華麗なこの時代独特の少女漫画の線の美しさ、画面の華やかさみたいなところはもちろん楽しいんですけれども、さらにもう一個有名な作品なのでちょっと新しい視点というか、歴史ものマリー・アントワネットの人生を知れるというところをぜひご紹介させていただきたいなと思っております。で、もう一つ私がベルバラを読んでいいなと思うところは非常に絵が細かいというところで、指先の一つ、小指の角度一つまで美麗に描かれているんですね。これを見るとつい自分の日常の仕草もちょっとここは小指を伸ばした方が美しく見えるかなとか、なんか集合写真撮るときによくカメラマンに指示されることとかあると思うんですけど、手はこうしてみたいな、なるほど、ベルバラでも確かにこういう所作があったなと、日常も少しエレガントになるのもいいところかなと思います。はい。
すごい。これ割と良かったのかちょっとわからないことがありましたが、それでは質疑応答タイムでございますが、そうですね。ストーリー上、オスカルは歴史上の人物ではなくて、でその役割的に出していたっていうのがあるんですけど、当時池田先生自身もなんですけど、やっぱ女性の立場がすごくこう低くって、でオスカルいわゆる働く女性じゃないんですけど、結構自分でいろいろやっていく女性っていうところで。なんか思いのほかっていうとあれなんですけど、多分先生が思っていた以上にこう当時の女性がこう抱えてる気持ちとかがすごくオスカルとこうリンクするところがあって、どんどんオスカルの人気が出ていったんじゃないかなと感じてます。私これコミックス版なんですけれども、コンビニ版のコミックスなんですけれども、これを母親が買ってきまして、母親がもともと好きだったっていうところですね。やっぱり宝塚版とかいろんなバージョンがあって、私これを買った時にちょうど宝塚版が CS で放送していまして、正直ちょっと最初は宝塚版の凄さにちょっとハマったっていうのが一番最初のきっかけだったりします。先生ございますか？僕はちゃんと読んだことなくて、多分アニメをちらっと読んで、はい、怖い話だな、シーンが怖かったんだと思うんですけど、なんか重くなったりしませんか？大丈夫？そうですね。重くなりますか？なんて言うんでしょう、ストーリーとしては確かにこう人の生き死になので、重いのは重いんですけど、なんて言うんでしょう、この年代の少女漫画ならではの全部ミュージカル調って言うとあれなんですけど、結構こう独特の世界観の上で成り立ってるなと思ってまして、結構なんか叙情的にというか、事実よりもなんか感情にこう乗っかって見れる感じがします。で、感情はなんかこう沈む場面でもちょっとなんかこうドラマチックというか劇的な感じで、結構気持ちが乗っかりやすい、あんまり沈まないかなっていう印象です。じゃあ、あと質疑応答ありがとうございました。